机の上に奇妙な道具を準備し始める女性。ぬいぐるみの中身を抜き、そこに米や自分に由来する痕跡を詰め、赤い糸で縫い合わせる。彼女は無言のまま決められた手順を淡々となぞっていく。これはやってはいけない儀式と呼ばれる都市伝説、一人かくれんぼ。人間やぬいぐるみに名前をつけて鬼ごっこをする高齢術とされている。2007年にネット掲示板へ投稿された手順をきっかけに検証動画や実践ブログが拡散。今では見たら消える、やると戻ってこられないなどと噂され、 SNS でも検索される人気ワードとなっている。彼女もそんな動画をある夜ふと目にした。完璧に儀式をこなせば見えない何かが現れる。誰かが自分を見つけてくれるなら、たとえ作り話でも構わなかった。午前3時、ぬいぐるみに名前をつける。ぬいぐるみの名前は太郎。最初の鬼は綾香、最初の鬼は綾香、最初の鬼は綾香。3回そうつぶやいた彼女は浴室に向かい、水を張った浴槽にぬいぐるみを入れ、塩水のボトルは後に隠れるクローゼットの中に置いておく。そして室内の照明は全て消し、テレビを砂嵐状態にする。暗闇の中で彼女は静かに目を閉じて10秒数える。太郎、見つけた。そう言いながらぬいぐるみに歯をあてがい、儀式を行う。次は太郎が鬼、次は太郎が鬼、次は太郎が鬼。再び3回つぶやいた彼女は押し入れに向かい、自らが置いた塩水のそばに身を潜めた。まるで悪ふざけのように思えるこの儀式だが、確かに何かが動き始めた気がした。静寂に耳が慣れ、感覚が研ぎ澄まされている。テレビのノイズだろうか。廊下側から何かが聞こえてくる。彼女は全神経を耳に集中した。床板がきしむような音が少しずつ近づいてくるのを確かに感じる。明らかに自分以外の何かがこの部屋の中を歩いている。しかもその足音はまっすぐクローゼットの前へと向かっていた。緊張で汗が止まらず喉が渇いていく。彼女はただ強く念じた。見つからないで、お願いだから。それは明らかに部屋にいる何かがこちらに気づいているようだった。静寂の中、クローゼットの前で足音が止まった。彼女は覚悟を決めて必死に手にした塩水を口に含む。そしてクローゼットから外へと飛び出した。浴槽に到着した彼女は震える手でぬいぐるみに塩水をかけ、口に含んだ分を吐きかけながら唱える。私の勝ち、私の勝ち、私の勝ち。その瞬間、テレビのノイズ、床のきしみ、人の気配もまるで嘘だったかのように消え、全てが止まった。あの夜、彼女の身に何が起きたのか。真相を知る者はいない。だが、一人かくれんぼの手順の一つ一つには、隠された意味があるとも言われている。これからその隠された意味を解説していこう。ちなみに、この儀式はあくまでネット上に伝わる都市伝説であり、実践は決して推奨されていない。それでも多くの人々が引きつけられ、語り継がれてきた背景には、人間が本能的に感じる恐怖とつながっているのかもしれない。例えば、ぬいぐるみに詰められる米は、仏教では死者への供物とされるもの。そして赤い糸は、血管や内臓、あるいは呪いにおける絆を表すとされる。つまりあの儀式で作られたぬいぐるみは、ただの人形ではない。何かが入り込むための器として完成してしまったのだ。また、儀式を始める時間が午前3時という点も見逃せない。日本で牛の刻とされていたこの時間帯は、死者や霊的存在が最も活動しやすいとされており、特に西洋圏ではこの付近の時間を魔女の時間とまで呼んでいる。さらに、室内に映し出されるテレビの砂嵐、アナログ放送時代のホワイトノイズは霊的なものが映り込む媒体とされ、
視聴者の無意識に働きかける不安と恐怖を増幅させる。映像が曖昧だからこそ見る者は何かがそこにいるのかもしれないと思い込み作り出してしまうのだ。そしてこの儀式が一人で行われるという点にも意味がある。複数人で行えばそれはただの遊びに変わってしまう。だが一人きりの状態こそが想像と現実の境界を曖昧にし、精神的な隙を生み出す。この孤独は降霊儀式において非常に重要な要素とされている。実際一人かくれんぼは日本発祥の儀式だが、今ではワンマンハイド&シークの名で英語圏やアジアでも広まり、ネット文化の中で語られている。アメリカでは地下室を使うバリエーションがあり、韓国や中国では見つかったら帰れないという禁忌性がより強調される。聖水や宗教的儀式を加えるケースもあり、文化に合わせて細部が変化している。それでも共通しているのは、無害なぬいぐるみがある瞬間から別のものへと変わるという構図だ。本来この儀式は器として使ったぬいぐるみを最後に焼却処分で終えるとされている。だが彼女はあのぬいぐるみを燃やしていなかった。それが何を意味するかはもう君にもわかるだろう。昔から名前には力が宿るとされてきた。だからこそこの儀式では必ず名前をつける決まりになっている。無害なぬいぐるみが何かの器になるのは名前を与えられたその瞬間からだ。君が手にしたぬいぐるみは果たしてただの人形だろうか。それともすでに何かが入り込んでいるとしたら、儀式は終わったように見えてまだ終わっていないのかもしれない。次回も説明のつかない出来事が君を待ち受けている。次のミステリーでまた会おう。